ブルンだよ。今日もバブルンラジオをやっていくよ。今回からラジオに採用された方には特製壁紙をプレゼント。みんなの投稿を待ってるね。バブルンラジオ。今回のテーマは夏の恒例行事。みんなの夏になったらやることを教えてね。1人目はミステリーエゼクデさんのお便り。子供の頃、夏休みになると家族でマヨルカ島やマルタ島、グランカナリア島など海外の暑い場所に連れて行ってもらったものです。コロナウイルスが大流行している今、私は自分の国を探索する方が安全だと感じています。これまでオックスフォードとブライトンを探索し、8月の誕生日後にはバースを訪れる予定です。ミステリーエゼクデさん、いつもお便りありがとう。いいなぁ。とっても楽しそう。夏休み中に海外旅行した友達が羨ましくなるやつ。日本の夏休みあるあるなんだよね。マヨルカ島、マルタ島。どれも初めて聞いた。ちょっと調べてみるね。ああ、きれい。夏休みにぴったりな島だね。また行きたい場所が増えちゃった。ミステリーエゼクデさんはイギリスに住んでるんだね。そうそう、国内にもまだまだ行ったことない場所がたくさんあるんだよね。いつか海外から僕に会いに来てくれた人に日本のいいところを紹介できるように、僕もいろんなところ行ってみよう。次はロイドさんからのお便り。バブルン、こんにちは。このコーナーが続けられていることを嬉しく思います。私の国には四季がなく、雨季と乾季しかないので、いわゆる夏というものがありません。乾季はよく夏と呼ばれるので、それについてお話しします。乾季は12月頃から4月頃までなので、その時期に行われる大きなイベントがクリスマスです。街中がクリスマスのイルミネーションで飾られ、クリスマスツリーもあります。また、この時期には学校が終わり、3ヶ月の休暇があります。母の日も12月の頭にあるので、この時期は家族のお祝いが多く、子供もゆっくり過ごせます。2月末頃にカルナバル・デ・ラスタブラスという大きなカーニバルがあり、街の2つのグループがそれぞれ女性をカーニバルの女王に選び、出汁や音楽、ダンス、水の掛け合いなどで競い合います。多くの人が何らかの方法で水をかけ、ホースをつけたトラックが人々をびしょ濡れにすることもあるので、行けば濡れるでしょう。賞金も勝敗もありません。これは町の2つの地域による競争として始まりましたが、時が経つにつれてお互いを認め合い、今では娯楽と伝統のために行われています。ロイドさんこんにちは。お便りありがとう。そっか。一年中気温が一定の国もあるもんね。衣替えとかしなくていいの羨ましいな。休暇3ヶ月もあるんだ。いいなぁ。カルナバル・デ・ラスタブラス、初めて聞いたよ。日本だと全然情報がなかったから教えてもらえてよかった。街全体が一体になってみんなで楽しむのはすごく面白そう。もともと競争だったものが今はみんなが楽しむためのお祭りになってるなんて素敵だね。日本のお祭りももともとは神様に感謝やお祈りをするものだったけど、今はお祭りそのものを楽しむ人も多いんだ。僕たちもしっかりお祭りを楽しんで次の世代に引き継いでいかなきゃね。次はバブルレボリューションさんからのお便り。こんにちは、バブルン。私はアメリカ出身なんですが、夏になると必ず独立記念日のイベントがあるんです。みんなで集まってご飯を食べたり、花火を見たりするので、その点では日本のお祭りに似ているような気がします。毎年、友人と一緒に歩いて花火を見に行くので、楽しみです。日本のように夏休みがあるわけではありませんが、この夏は友人と一緒に住んでいる州内の面白い場所を巡る小さなドライブ旅行を計画しています。また、家族
に会いに行く旅もするつもりです。バブルレボリューションさんこんにちは。お便りありがとう。アメリカの独立記念日は花火が上がるんだね。ちょっと調べてみるね。わあ、本当にお祭りみたいなんだ。日本には建国記念の日があって、場所によってはお祝いをしてるところもあるみたいなんだけど、みんなで何かするっていうイメージはなかったなあ。毎日お祭りでもいいのにね。ドライブ旅行楽しんでね。次は、泡がはけない竜也さんからのお便り。はよんぱー、こんにちはバブルン。私は夏といえば田舎に行って川釣りをしてます。私は調理師免許を持ってるので、釣った魚をさばいて刺身や塩焼きにして食べてます。でも、毎年食べ過ぎちゃって、夏の終わり頃にはバブルンみたいな体型になってしまうので、食べ過ぎないように注意はしてるんですが、美味しいので食べてしまいます。バブルンは、魚は好きですか？おすすめの魚料理があったら教えてください。泡がはけない竜也さん、はよんぱー。自分で釣った魚を自分でさばいて食べるなんて最高だね。僕もお魚大好き。お刺身と塩焼き以外だったら、天ぷらとか炊き込みご飯とかどう？想像しただけでお腹空いてきちゃった。僕みたいなお腹でも健康なら OK だよ。美味しいご飯食べるのは幸せだもんね。次は、しのさんからのお便り。バブルンこんにちは。いつも楽しく聞いてます。私の夏の恒例行事は、夫婦で美味しいものを食べに行くことです。8月に結婚記念日があるので、毎年結婚記念日に合わせて高級なお肉を食べたり、旅館に泊まって懐石料理を食べたりしています。今年はまだ何を食べるか決めてないので、バブルンなら何を食べたいか教えてほしいです。今年間に合わなかったら来年の結婚記念日の参考にします。しのさん、こんにちは。いつも応援ありがとう。8月に結婚したんだね。記念日を毎年お祝いしてるのってとっても素敵だね。僕も8月が誕生日だからお祝いで美味しいものが食べたいな。やっぱり食べたいのは生クリームとフルーツがたくさん乗った大きなケーキかな。あ、でもそれだとデザートになっちゃうからお料理の方がいいのかな。お料理だと前に食べたことあるあれが食べたいな。大きい銀色の串にお肉の塊が刺さってて、大きなナイフで切り落としてもらって食べるんだ。お肉だけじゃなくて、ソーセージとか野菜とか、パイナップルも刺さってて、焼いたパイナップルを初めて食べたんだけど、すっごく美味しかったよ。あれ、なんて料理だっけ？シャチホコみたいな名前のやつ。そうだ、シュラスコ。次は、丸吉さんからのお便り。バブルン、はよんぱー。夏はお楽しみイベントがいろいろありますが、密かな恒例行事として梅シロップを作ること。毎年作るたびに季節を感じてます。バブルンの夏のお楽しみも教えてほしいです。丸吉さん、はよんぱー。梅酒ってことは梅のお酒かな？梅シロップなら子供も飲んでいいのかな？僕、梅干しが酸っぱくて苦手なんだけど、梅シロップだったら甘そうだね。僕でも飲めるかな？僕の夏のお楽しみは海で遊ぶことかな？キラキラした海で泳いだり、お魚さんやカニさんとか、海の生き物を探したり、浜辺でスイカ割りしたり、楽しいことがいっぱいだからね。あちあちになった砂浜を走って、冷たい海に飛び込むのは、夏ならではって感じだよね。でもあんまり暑すぎるとやけどしちゃいそうだから、僕の足に合うサンダルがあるといいんだけどな。バブルーンラジオ。ふつおた紹介のコーナー。1通目は、白縫い1型ヘイさんからのお便り。バブルンこんにちは。
以前の米田さんとの東方スペルバブルの対戦後、ランクマッチはどんな調子ですか？白縫一型平さん、お便りありがとう。米田さんに負けてからもランクマッチで鍛えてるよ。でもやっぱり勝ち続けるのは難しいんだよね。S ランクの人がとっても強くてなかなか勝てないよ。やっぱり開発者クラスになるにはまだまだ練習が必要みたい。たくさんやり込んで次は勝ってみせるよ。次はターボインベーダーさんからのお便り。バブルン、こんにちは。デビューしてだいぶ経ちますがご健在のようで嬉しいです。私は時々風景や自然を観察するのが好きなのですが、動物や昆虫の行動を見ていると面白いなと思います。何か好きな動物はいますか？ターボインベーダーさん、こんにちは。もちろんまだまだいるよ。これからもたくさん活躍していくから見ててね。僕の好きな動物か。動物はみんな好きだけど、鳥さんが特に好きかな。羽をカタカタ動かすと空を飛べるのってすごいよね。あんな風に自由に空を飛べたらいろんなところに行けて楽しそう。僕も泡で自分の体を包めば空をちょっと飛べるけど、風に乗って漂うしかないからね。ちなみに人間の姿よりもこの泡吐きドラゴンの姿の方が動物と仲良くなりやすいんだ。やっぱり姿が動物っぽいからかな。鳥さんの話してたらなんだかまたお腹空いてきちゃった。バブルーンラジオコメント返信のコーナー。今回から今までの動画にもらったコメントで僕が気になったものへ返信をしていくよ。お返事できてないけどちゃんと全部目を通してるよ。いつも応援ありがとう。パックマンとバブルン、昭和生まれの他社の看板キャラのライバル同士の夢の共演実現。そしてライバル同士の対決決定。やった。ちょっと緊張したけど楽しかったよ。僕もパックマンに負けないくらい人気者にならなきゃって思った。巨大化しても可愛いですね。でしょ？小さくても大きくても可愛いのが僕。バブルンさん、ありがとうございます。一緒に写真を撮りました。遊びに来てくれてたの？嬉しいな。また一緒に写真撮ろうね。昔、父はスペースインベーダーが大好きでした。父が恋しいです。ありがとう。僕もスペースインベーダー先輩も今の若い人たちにも好きになってもらえるように頑張るよ。バブルーンラジオ。今回のラジオはここまで。採用させてもらったお便りの投稿者には僕から Twitter の DM で壁紙を送るから待っててね。次回のお題はこれ。丸1、やらかしエピソード。みんなが今までで、ああ、やらかしちゃったっていうエピソードを募集するよ。小さいものから大きいものまで何でも OK。ちなみに僕は最近、夜ご飯のお使いをしに行ったのにお菓子とフルーツだけ買って帰ってきちゃったことがあるよ。家に着いてから気づいて、またお店に逆戻りしたんだ。丸2、普通のお便り。僕への相談や聞きたいことを引き続き募集するよ。概要欄にある応募フォームから送ってね。採用された人にはラジオネームが入った壁紙をプレゼントするよ。それじゃあ、次回の動画もお楽しみに。またねー。